で、一般的には私の考えとしてはどの石も相性が悪いものはないと思っています。たくさん石の種類がある中で、ファーストクリスタルとして私がおすすめの取り入れやすい天然石を4つご紹介したいと思います。皆様こんにちは。イノーガニック美獣の若子です。今日はですね、天然石には興味があるんだけど種類がたくさんありすぎてどれを最初に手に取っていいかわかんないっていう方に向けてお話をしていこうと思います。天然石っていうのは本当に地球が生み出したものなので、一般的に天然石って言われるものから鉱物って言われるものまで一つ一つ全部表情が違いますし、もちろん天然のものなので形も違いますし、もちろん色も違いますし、中に入ってる内包物だったりとか産地によっても微妙に色が違ったり透明感が違ったりとか、それぞれ表情があって、それがもう本当にどれも美しいのですが、おそらくなんか天然石欲しいなと思っても、天然石にはいろんな意味があるって言われてたりとか、その人に合う天然石、合わない天然石だったり、組み合わせが悪い天然石があるんじゃないかとか、いろいろ言われているので、一番最初何を手に取っていいかわからないっていういろんな情報に左右されてしまって、初めの一歩が踏み出せないっていう方がいらっしゃるんじゃないかなと思ったので、ちょっとそのお話をしていきたいと思います。天然石屋さんとかに行くと結構こんなちっちゃい感じのタンブルがすごく買いやすいお値段とかで置かれてたりするので、例えばそういうものちょっと気になるなって思ったものを手に取っていただいて、でお部屋に飾っていただくのもいいですし、ちょっと布製のポーチとかに入れてカバンに忍ばせたりとか、あと日替わりで今日はちょっと行動力を高めたいから明るい色がいいなと思ったらその色を選んだりとか、リラックスしたいなっていう時はこういう緑の石を手に取ったりとかして、気分に合わせて持ち歩いて、ちょっとした時にポーチの中から取り出して眺めてみたりすることもいいですし、使い方に制限はないですし、何をしても自由なので、この石とこの石の組み合わせが悪いとか、この石はこういうタイミングで合わないっていう石に込められた意味はあるかもしれませんが、それよりも自分の感情を優先していただくのが一番かなと思います。ちなみに私が一番最初に手に取った天然石っていうのはこちらのローズクォーツです。これはですね、本当に小さい時にサンタさんのプレゼント何がいいって聞かれた時に魔法が欲しいって言ったんですよ。これが何の石かとかよくわからないながらもすごく綺麗な石だなと思って、で本当にこれで魔法が使えるんだと思って身につけていたことを覚えています。今でも変わらずの美しさなので、結構しっかりしたものをくれたんじゃないかなと思うんですけど、たくさん種類がある石の中でファーストクリスタルとして私がおすすめの取り入れやすい天然石を4つご紹介したいと思います。まず最初はやっぱり私も一番最初に手に取ったこのローズクォーツはすごく使いやすいと思います。もう単純に色も可愛いですし、セルフラブの石なので、自分を大切にしたい時とかちょっと不安を感じるなとか孤独を感じるなっていう時に握ってあげたりとか目にしてあげると心がふわっと軽く感じたりとか安心感をもたらしてくれます。持ち主の魅力を高めてくれると言われているので、本来から持っている美しさ、愛のエネルギーを引き出して、それが恋愛運アップにつながるというふうに言われています。で、次がこのアメジストですね。これも皆様よく目にする石だと思うのですが、紫色がすごく美しいクリスタルなんですが、こちらもヒーリング力が高いというふうに言われていて、不眠に効果的だというふうに言われているので、眠れないなって思う時とか寝つきが悪いっていう方は枕元に置いていただくことをお勧めします。で、古くから高貴な石というふうに言われていて、あとは酔い覚ましをしてくれると言われているので、例えば惑わされてしまってその人の本質が見えないとか物事の本質が見えないなっていう時に酔いを覚まして正しい判断を促してくれるというふうに言われています。で、あとはこれですね、水晶。水晶はもう本当にフラットな石で一番持ちやすいんじゃないかなと思います。例えば石と石の相性を気にされる方が
いらっしゃったとしたら、水晶は本当に万能な石で何にでも合うというふうに言われているので、まず最初に水晶を選ぶことをお勧めします。この水晶もいろんな種類があるので、これは研磨しているクリアなものになりますが、こういうクラスターもあったりするので、水晶の中でも好きなものを選んでいただくことをお勧めします。水晶は一緒に組み合わせる石が吸収してしまった悪いエネルギーを浄化してくれるっていう風に言われています。なのでアクセサリーだったりとか占いグッズだったりとか、何かリフレッシュさせたいなっていう時に水晶の上にそのアイテムを置いて浄化してあげるっていうのが一般的な使われ方です。水晶は圧電効果っていうのがあって、電圧をかけると正確に振動するっていう性質があります。なのでその性質を使って正確に時を刻まなければならない時計だったり、あとはパソコンに使われてたりテレビに使われてたりするんですが、その効果を使って握ったりとか体に触れさせることで体の不調を整えてくれるというふうにも言われています。あとはこれですね、スモーキークォーツです。これもすごく使いやすい石で、グラウディング力があるというふうに言われてるんですけど、地に足がつかなくって気持ちがふわふわしている時、緊張している時とか、なんか心ここにあらずっていう場合に、このスモーキークォーツを身につけていただいたりとか手に持っていただくと、しっかりと地に足をつけて物事の本質が見えるようにサポートしてくれたりとか、不安な気持ちを解消させてくれるというふうに言われています。ここまで紹介してきた4つのクリスタルですね。ローズクォーツ、アメジスト、水晶、スモーキークォーツ。天然石って全部化学記号で表すことができるのですが、これらは全部 SiO2 という成分でできています。例えばそこにチタンが入るとこうやってピンクのローズクォーツになったりとか、あとは鉄イオンが入るとアメジストになったりとか、あとはこの地中の放射線でこのグレーっぽい茶色ですねになったりとかっていう感じで、全て同じ SiO2 なのですが、入っているもので微妙に色が違ったりとか、あとはどんな環境で育ったかでこの形が変わったりとか。これはアメジストのクラスターなんですが、こっちはタンブルですね。こっちがウルグアイ産で、こっちがブラジル産です。産地によっても全然石の形が変わってくるので、その辺も天然石って面白いなと思います。で、一般的には私の考えとしてはどの石も相性が悪いものはないと思っています。ただ疲れている時にまだまだ頑張らなきゃ、自分を追い込まなきゃと思って、こういう行動力を高めるような石を持って頑張り続けていると、頑張りすぎて疲れちゃうかもしれないので、疲れてるなって思った時は自分のフィーリングに合わせて心が落ち着くリラックスするような石を選んであげるっていうのはおすすめのポイントかもしれません。今日は一番最初に手にする天然石のおすすめを紹介しました。よかったらぜひ参考にしてみてください。見たい動画がありましたらぜひコメントで教えてください。この動画が良かったらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。